Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station. それでは東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 本日の留学生を東洋言語学院の石川が紹介します。本日の学生はイタリア出身のフェルトゥイン・シルビアさんです。 Buongiorno a tutti, io sono Silvia e vengo dall'Italia. Molto piacere di conoscervi. よろしくお願いします。シルビアさん、そういえばTLS が YouTube でやっていた TLS クラスルームっていう番組のシーズン1にクラスメイトとして出演をしてくれてましたよね。お疲れ様でした。はい、どうでしたか YouTube？ ちょっと恥ずかしかった。恥ず実はかしかった。本当？はい。でも皆さんちょっと本当に YouTube 見てほしいんですけれども、シルビアさん本当女優なんですよ。私たちも YouTube の撮影しながらびっくりしちゃった。もうみんなを盛り上げてくれて本当にありがとうございました。ありがとうございます。ね、最初は緊張してたみたいだけどだんだんリラックスしてきてすごくいい表情してくれましたね。ところでシルビアさん、さっき自己紹介もしてくれたんですけど、イタリア語ですよね。はい。はい、イタリア語をもし私たち日本人が勉強するっていう風になった時にはどこが難しいですか？一番難しいのは動詞だと思います。動詞？はい。どうして？まず順番の問題です。イタリア語では動詞は主語の後ろに来ます。なるほどね。日本語には、文章の最後に来ます。ああ、そっかそっか。英語と同じ順番だよね。はい。あれ？そうだよね。そうそう。日本語は例えば私はパンを食べますだけど、イタリア語になると多分私は食べますパンってなるってことですね。おー、なるほどなるほど。ちょっと聞いてるだけでさっきの自己紹介を聞いても私今日イタリア語話せるかなってちょっと怖くなったんですけど、イタリアの人って動詞の活用自分たちで話す時って動詞の活用たくさんあるって言ってたけど間違える？はい、よく間違えていた。そうなんだ、はい、そっか。じゃあ私もちょっと間違えても大丈夫かな？はい、大丈夫。じゃあ教えてください。お願いします。じゃあこれいきましょう。私は東京へ行きます。 OK。io vado a Tokyo。お、ちょっと待ってね。よが私、 vado バドが行きます。はい。東京、東京。東京、がえ、はい。東京へのえかな。接続。ところの接続。よなんだっけ？バド。バド、そう。よバド、東京。完璧。完璧。本当？もう学生の皆さん優しいんですよね。ありがとうございます。もう一回いきましょう。よバド東京。はい。OK、ありがとうございます。じゃあもう一個、ちょっと私活用が難しいっていう話聞いたのでチャレンジしたいです。過去形にしてみましょうか。私は東京へ行きました。 io sono andata a Tokyo。ちょっと待って、全然違うね。どこに行きましたかあったの？行きましたって何2つの言葉です。sono andata。そのアンだった。さっきバドだったよね。はい。バドがそのアンだった。およそのアンだった。東京Tokyo。OK。忘れちゃう。よそのアンだった。東京。 OK。 ちょっとナチュラルスピードで言いたいな。もう一回お願い。io sono andata a Tokyo。よそのアンだった東京。OK、 大丈夫？ OK です。本当？伝わるといいんだけど。本当。でシルビアさん、日本語を勉強してるんだけど、イタリアで人気のある外国語ってどんな言葉なんですか？大人気がある外国言語一番目人気があるのは英語です。英語か。またスペイン語、フランス語、ドイツ語。スペイン語、フランス語、ドイツ語、ヨーロッパの言葉ね。はい。そっかそっか。イタリアってさ、やっぱりすごくもう有名な観光地がたくさんあるじゃないですか。世界遺産もたくさんあるよね。はい、その理由でその外国言語は
大人気です。例えばドイツの観光客が夏になるといっぱいが来ます。そっかドイツからたくさん観光客の人が来るからドイツ語を勉強する人も多いんだね。はい、ベルです。イタリアの人はどこに海外旅行行くの？ギリシャ。ギリシャ？ギリシャ。あ、そうなんだ。スペイン。フランス。フランス？もう羨ましいな。周りにたくさん魅力的な国がありますね。シルビアさんもよく旅行に行くの？コロナの前で、ずっと旅行してました。そっか。ちなみにおすすめの場所ってどこですか？おすすめの場所。イタリアでおすすめの場所。イタリアの？イタリアの。ベネチア？ベネチア？行ってみたい。ベネチアは水の都ベネチアって日本ではよく言うんだけど、街の中に水がたくさんあって、運河があります。運河がありますよね。いいですね。水上バスに乗れます。綺麗な場所ですか、やっぱり。いいですね。ありがとうございます。じゃあ私がイタリアに行った時に挨拶ができるようにもう一つちょっと教えてもらいたいんですけど、はじめましてってなんて言いますか？ピアシェレ。ちょっと待って。もう一回すいません。ピアシェレ。ピアシェレ。丁寧なのはピアシェレdi conoscervi。難易度が上がりましたね。ピアシェレだけでもいいです。ありがとう。でもちょっとチャレンジ。ペシェアで。はい。その後なんだっけ？丁寧なやつ。ペシェアで。私も同じ言葉で返事します。ピアシェレと手をつないで。なるほどね。ペシェアで手つないでペシェアでって挨拶するんだ。オッケー。じゃあ初めましてが言えるようになりました。ありがとうございます。じゃあ私が今日勉強した日本語。日本じゃない。私が今日勉強したイタリア語。ペシェアでよベンダバドよバドは東京。よそのてあなたそのあなた東京。よくできました。ありがとうございます。褒められた。嬉しい。シュミヤさん、私のイタリア語は何点ですか？1から100まで？1から100まで90%。やった発音はいい。発音いいよ。皆さん、私イタリア語90点取りました。ありがとうございます。では、東洋言語学院がお送りする東洋ランゲージスクールプレゼンス日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。皆さんに今日はイタリアの曲をぜひ聴いてもらいたいです。篠宮さん、今日紹介する曲はどんな曲なんですか？古い曲です。どのくらい？1960代年代。じゃあもう渋谷さん生まれるずっと前だよね。ずっと前です。両親の頃の曲です。なんで知ってるのその曲？イタリアの文化とこれは一番人気がある。古い曲の。古い曲だけど人気があってすごくポピュラーなんだ。伝統的な。なるほどね。曲の気持ちがある。伝統的な曲でみんなが知ってる。みんなが知ってる。日本でいうと美空ひばりさんみたいな感じかな。知らないよね。知らない。すみません。ありがとうございます。テーマはどんなテーマなの？テーマは愛の歌です。もうずっと愛するの約束です。今日の夜だけじゃない、ずっと愛しています。情熱的な歌ですね。今日だけじゃなくてあなたのことをずっと愛してますっていう歌なんだ。OK、ありがとうございます。じゃあ曲紹介お願いします。私が紹介する曲はルチョ・バッティスティのUna Venturaです。どうぞ聴いてください。Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。ここからは東洋言語学院の田中が石川に代わって放送をお送りします。ここからのコーナーはこれ、学生たちに聞いてみた。学生たちに聞いてみたと題して、留学生の皆さんが日本に来て
そして東洋言語学院で勉強してみてびっくりしたことを聞いていきたいと思います。さあそれではシルビアさん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。シルビアさんは日本に来たのは2回目？はい、2回です。初めて来たのいつですか？2年前です。2年前。その時と比べて今日本に長く住んでると思うんだけど、なんか違っていたこととかありますか？実は別にありません。そうなんだ。はい、同じです。同じ。初めて来た時に日本ってどんな国だなって思いました？どんな国では、びっくりしたことは、静かな静かな国です。またはちゃんときれい。きれい。結構ね、東洋言語学院の学生たちが言うのは本当に道にゴミが落ちてないですとか、全然ないと、ゴミ箱もないでも、全然ないと。ヨーロッパではゴミ箱があるけど道にも捨てる人がある。ゴミ箱があるのに道にゴミを捨てちゃう人もいるんだね。そうね。結構東洋言語学院の周り、学校があるところはすごく静かだし綺麗だし、確かに静かにで環境が整ってるっていうのはあるかもしれないですね。逆に私知りたい、シルビアさんの生まれた町、今まで住んでた町はどんな感じですか？私が住んでる町は小さいです。2万人の人口、でもちょっとうるさい。うるさくじゃない。元気？元気。そう、にぎやか。でも例えば2人に1台ぐらい車があってから東京よりもうるさい感じ。そうなんだ。にぎやかなんだね。東京は人口住んでる人がとっても多いですけど、車を持ってる人はちょっと少ないかもしれないですね。車がなくても電車とかバスとか、自転車、自転車はそうだね。自転車乗ってる人はいるんですか？地元は。シルビアさんの町には自転車はあまりいない。あんまりいないんだ。不便ですから。そうなんだ。そう、確かに自転車乗ってる人日本たくさんいますね。びっくりした。シルビアさんは日本でサイクリングとか自転車乗りました？いい怖い。怖い。そうだよね。交通ルールもね、イタリアとは違うかもしれないからね。はい、そうです。左側、道の左側に運転しますから私は全然できない、苦手。ね、そういう違いもあるんだね。そっかそっか。あとはどう？綺麗だねっていう風に言ってくれたんだけど、なんか他にも、なんかシルビアさんお友達がタバコを吸う人がいるって言ってたけど、そこはどう？タバコを吸っている人には日本はちょっと不便な感じ。喫煙所だけで吸えますから、いつもどこ喫煙所はどことでも私は全然すいませんからいいことだと思います。みんなの健康のためです。そうだね。タバコを吸わない人のことも考えて、吸いたい人は喫煙所決まったところでね吸いましょうねって言ってますもんね。確かに今ね、東京でも結構路上で道路でタバコ吸わないでくださいねっていうところもたくさんあるしね。あとはもう本当に静かで綺麗だって言ってたけど、公園も多いですしね。この学校がある西葛西っていう場所、綺麗なままにしていきたいなと思います。はい、先生たち学校の周りの掃除をもしていますよね。そうなんですよ。少しでも地域に貢献したくて、これからも綺麗にしていきますね。それではシルビアさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。シルビアさん、そろそろお別れの時間になりました。本日2曲目はシルビアさんが好きな日本の曲の紹介をしてほしいんですけど、私これちょっとびっくりしたんですけど、どうしてこの曲好きなの？その曲は懐かしい気持ちがある。懐かしい気持ちになる。はい。ベルサイユのバラというアニメは、
子供の時初めて見たアニメですから。なるほどね。イタリアでシルビアさんが子供の頃にこのアニメがテレビでやってたんだね。はい、このアニメはずっとイタリアのテレビで放送していました。なるほど。ではそんな思い出の曲を紹介してください。お願いします。はい、次の曲は私の好きな漫画ベルサイユのバラからバラは美しく散る。どうぞ聴いてください。皆さん、チャオ、alla prossima。Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。